皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、お隣韓国において若者たちの自殺者数がぐんと伸びるかもしれない、そんなニュースを取り上げていこうと思います。具体的には一体何が起こっているかといえば、株式市場の下落です。日本においては株式市場において大きな下落が見られたとしても、それによって若者たちが多く自殺してしまうだろうとはなかなかならないものです。しかし韓国においては全くそうではありません。株式市場が大きな下落相場へと突入してしまうと、それによって若者たちが絶望してしまう状況というものが現れるのです。一体なぜそのようなことになってしまうのか、今回はそのことについて解説を行っていきます。それでは韓国において何が起こっているのか、まずはニュースを見ていきましょう。韓国株、金融危機並みの外国人売り越し。サムスン電子だけで24兆ウォン売却。年初来韓国株式市場で外国人投資家による売り構成が過去最高だった2008年よりも強まっていることが分かった。2008年は世界的金融危機が起きた年であり、外国人が有価証券市場メインボードで約3兆1900億円相当を売り越した。今年の外国人による売り越しの特徴はサムスン電子に集中していることだ。年初来、外国人による売り越しの1位、2位はサムスン電子の普通株と同優先株だった。普通株と優先株の合計では24兆720億ウォンとなり、売り越し金額の 83% を占める。景気減速懸念で資金引き上げる外国人。外国人投資家が韓国株式市場で過去最大級の売り越しを記録する根本的な理由は、コロナ禍以降続いた世界的な超低金利時代が終わり、企業業績が鈍化しかねないという懸念があるためとされる。一般的に投資家は半年後の経済状況を予想し、株式投資を行う。世界的な景気減速懸念の中でも、半導体、自動車、化学、造船など輸出主導型の韓国大手企業の収益が今後さらに悪化するとみて、外国人投資家が株式を売り越している格好だ。対ドルでウォン相場が下落するのも同じ理由だ。12日のウォンの対ドル相場は前日に比べ 4.2 ウォンのウォン安ドル高となる 1198.8 ウォンまで下落した。取引前半には1200ウォン台も記録した。中国の電力不足による工場稼働中断など悪材料が相次ぎ、リスク資産である株式よりも安全資産であるドルを好む傾向が強まった。反対に変動性が大きく、リスク資産といえるウォンの価値は下落し、対ドルでウォン相場が下落を続けていると説明した。そしてこちらがサムスン電子の株価です。半導体不足が叫ばれている中、サムスン電子の株価は今年前半に山をつけた後、その後横ばい、そして今年後半においては下り坂となり、現在では年初来安値をつける水準まで落ち込んでいます。この株式市場の下落によって大きな打撃を受けると見られているのが、ある特定の年齢層の人たちです。借金して株式投資する韓国の青年たち。上半期38兆ウォン借り入れ。韓国で証券会社から資金を借り入れて株式投資を行う信用取引のうち、青年層の10から30代による借り入れが今年上半期に3兆6400億円に達し、信用取引全体の 21% を占めた。この勢いが続けば、青年層による今年の信用取引は前年を超え過去最高を記録する見通しだ。青年層の信用取引は2017年の23兆ウォンから毎年急速に増えている。証券口座の新規開設件数も10から30代が1172万件で全体の半分を超えた。相対的に返済能力が劣る青年層が借金で株式投資を行い、株価が下落すれば大きな損害を被る可能性がある。特に信用取引は担保となる株式の価値が一定の水準以下に下落した場合、証券会社が強制的に売却する反対売買を行うため、投資家の損失が高まりやすい。専門家は最近、アメリカ連邦準備理事会 FRB によるテーパリング、量的緩和縮小と利上げのシグナルが灯り、中国の不動産グループ、恒大集団の破綻懸念と電力不足まで重なり、株価は上昇動力を失ったと見ている。韓国の総合株価指数は7、9月に 6.91% 下落した。四半期ベースでの下落は新型コロナの影響が最も大きかった昨年1月から3月以来だ。今回のニュースを読み解いていく上で非常に重要な前提となる知識があります。それは韓国経済というのはまず第一に財閥企業に非常に依存している体質です。さらに言えばそれらの財閥企業は輸出に非常に偏った事業構造を持っています。
これは国内の市場がそもそも小さいですから、海外に売り出してそこで稼げばいいやという考えからなったものです。この経済の構造というものは、輸出先の国々において景気が良ければそれによって輸出も増えるので、自然と韓国経済が潤うという構造になっています。また、特定の業種に絞り込んでいくというのは、それらの業種において自分たちがシェアを取り、そして多くの人たちが求めるのであれば、利益もどんどんと伸びていく構造となります。そのためここ最近においては韓国経済は非常に絶好調で、日本経済なんてもう目じゃないわというのをなぜか危機として語る日本人の経済学者などもいます。ただしここには非常に大きな欠点もあります。長所というのは同時に短所にもなり得るのです。今回の記事でも紹介されていましたが、輸出産業に頼るということは輸出先の国々において景気が低迷し始めれば、それは同時に韓国経済も低迷しますよということを意味します。このチャンネルでもすでに何度か取り上げていますが、中国経済というのは非常に大きな爆弾を抱えています。不動産業界においては破綻懸念、さらには連鎖倒産、さらには関連企業の倒産などもどんどんと考えられる状況になっていますし、さらにはそうした特定の業種だけに限らない電力危機といったものも非常に深刻です。ですから中国経済がまさに下り坂に転じるだろうというのは多くの評論家たちの見方です。そのように輸出先の国で経済が低迷し始めるなというサインがすでに現れているのですから、その煽りを受けて韓国からどんどんとお金を引き上げていくというのも非常に自然な流れなのです。ここまでのポイントであれば別に日本においても似たような出来事は起こります。ただし日本においてはこうした輸出一辺倒の経済構造ではありません。日本国内には多くの人々が住み、それによって内需というのも非常に大きなものがあります。ですから輸出経済がうまくいかなかったとしても国内でうまく回している企業などもたくさんありますから、輸出がうまくいかないな、だからといって日本経済全体がさあ終わりだという単純な話にはなりません。その点が韓国と日本との違いでもあります。そして輸出先がうまくいかないなとなった時のその弱点というのがまさに株式市場にも現れることとなります。韓国において非常に代表的な銘柄というのは経済的に依存していると指摘した財閥企業などが多くの人々の人気銘柄となっています。その中でも群を抜いて多くの人々が買い求めているのがサムスン電子です。新型コロナウイルスによる大きな経済的な危機の中においても多くの人々は巣ごもり需要によって多くの電子媒体を買っています。そのような状況ですから、半導体を主な稼ぎ頭としているサムスン電子はまさに韓国経済にとって希望の星であるとともに、多くの若者たちにとってもこの株を買っておけば大丈夫と言われるような代表的な銘柄なのです。ではなぜこのように若者たちが借金をしてまで株を買っているのか、そのことについても説明をしておきましょう。韓国においては非常に財閥企業に頼っていますよという話をしましたが、同時にこれらの企業というものはそれほど多くの人たちを必要とはしていません。一部のエリートの人たちさえ雇っていれば、あとはそれほど高い給料で働かないような低賃金の労働者だけでも十分に回せるのです。ですから韓国においては財閥経済に頼りきる一方において、それら企業の求める人数というものもそれほどではありませんから、若者たちが就職できずに諦めるという光景が日常的になっています。そして財閥企業の力があまりにも強いですから、中堅企業に就職するというのは決して彼らにとっても望ましいような状況ではありません。ですから若者たちは一層就職できないのであれば、そのような財閥企業の株を買うことによって自分たちがコリアンドリームを果たそうと考えているわけです。こうした集中投資は株価が伸び続けるのであれば非常に効率的な話となります。しかしこのような話がうまくいくかどうかというのは実際のところかなり勝算は低いものです。何しろ集中投資というのはうまくいけば確かにハイリスクハイリターンの代表的なやり方ではあるのですが、一方リスクも当然存在します。何しろどんなに好材料があったとしてもみんながみんな買ってしまえば当然のようにそれ以上の買い手が存在しなくなります。それが株価のピークです。サムスン電子であれば半導体不足が叫ばれている中において、みんながこれからも利益が伸びるだろうと思ってとにかく買いまくった状況というのがあり、それによって株価がピークをつけた後にはもう新しく買う人たちが他にいない状況になってしまったわけです。それによって皆さんにお見せしたようにサムスン電子の株価というのは今年になってからもう高値を更新することもなくずるずると後退し、そしてついには世界経済の影響も受けてもうこの先少し落ち込むなというのを見越して年初来安値をつけるようになっているのです。
ただ、一つだけ注意しなければならないポイントがあります。それは、信用取引というのは何も自分のお金を元手にしてさらに多くの借金をして株を買うだけではありません。それは一方においては空売りという手があります。高値だなと思った株に対して売りから入ってそして安く買い戻して利益を得るという手法です。ですからサムスン電子の株価がもう頂点だなと思って少ない元手で多くのお金を売りから入っていれば非常に大きな利益を上げることができています。ただしそれは非常にやり手の投資家の手口ですから決して多くの人々がうまくやれるわけではありません。例えばサムスン電子であればこれだけの業績がいいんだから少々値下がりしたんだったらここでおしめ買いだなとか、もしくはここからの反発を期待してもっともっと強気に買っていこうと思った人たちがいるはずです。そのような人たちの買いを飲み込む形で海外の投資家が一斉に売りを浴びせて年初来安値をつけているのであれば、今回ご紹介したように若者たちは大きな損失をかぶっている可能性があります。そしてこれらの人々は決して裕福なわけではありません。つまり人生をかけて投資にのめり込んでいる可能性があります。このお金がなくなっても全然生活に影響がないなといったわけではなく、むしろ自分の人生そのものをかけて投資を行っている危険性があるのです。ですから私が動画の冒頭でも言ったように、韓国の若者たちは株式市場の下落によってもしかしたら多くの自殺者が出てしまうかもしれないなという話をしたのはそういったわけです。なお日本ではこうした株の信用取引によって人生一発逆転を狙う若者たちというのは非常にレアケースだと思います。日本においてはどちらかというとファイヤー、早期リタイアを目指した非常に堅実な資産運用を目指すべきだという話がブームになっており、韓国の若者たちとは全く違う様相になっています。株式市場とどう付き合うかというのは、それこそ資産運用を考える上で非常に重要な一つの項目です。韓国の若者たちのように失敗すれば人生そのものを台無しにする大きな借金を背負うかもしれないようなものに手を出すべきではありませんし、そのような行動に走らないように日本においても金融教育というものを公の機関で行っていくことは私は非常に重要なことだと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるプラットフォームではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。